はいどうも、ミッチーです。今日はリモンチェッロの作り方をご紹介します。リモンチェッロとはイタリアを起源とするレモンを使ったリキュールです。とても簡単に作れるので、ぜひ最後までご視聴お願いします。それでは早速作っていきましょう。使う材料はこちら。レモン10個から14個。今回は家で採れた島レモンを使います。グリーンのうちに使うと香りがよくつきます。水2本、天然水を使います。お好みの水を使用してください。スピリタス2本、アルコール度数 95%、 かなり強いお酒です。砂糖400から 600g、 甘さを決めます。今回 600g 使用します。この量だと結構甘いので割って飲むのがちょうどいいと思います。ストレートで飲むつもりなら砂糖の分量を減らした方がいいです。この辺はお好みで調整してください。漬け込むための瓶です。工程に移ります。まずレモンを水で洗ってきます。洗ってきました。キッチンペーパーなどでよく拭きます。皮をピーラーなどで剥きます。白い綿は極力入れないように薄く剥いてください。綿の部分が多いと苦みやえぐみの原因になります。レモンの選び方ですが、無農薬かつワックスなど防腐剤が使われてないものが好ましいです。ワックスがついている場合はしっかり落としてから使いましょう。家庭で手軽に作れるお酒ですが、実は国で定められたルールがあります。日本では基本的にお酒の自家醸造は禁止されています。ただし果実酒など個人で楽しむためなら条件を満たせばいいよとなってます。こちらを見てください。消費者が自分で飲むために酒類、アルコール分20度以上のもので、かつ酒税が課税済みのものに限ります。他にもいろいろ条件等書いてありますが、細かいので概要欄にこちらの文面と国税省の記載元ページのリンクを貼っておきますので、後ほどゆっくりご覧ください。これを知らないまま作ってしまうと酒税法違反になってしまう可能性があるので気をつけましょう。レモンの皮剥き終わりました。こんな感じで OK です。こちらの皮を剥いたレモンですが、実はリモンチェッロには使用しません。かといってこの量のレモンを一気に使い切るのって難しいですよね。安心してください。前の動画でレモン汁の長期保存が効いてジュースやお酒の割り剤に最適なレモンシロップコンクジュースの作り方を紹介しています。リモンチェッロを作ったついでにそちらも作れば無駄にならないので、ぜひ後ほどご視聴お願いします。次の工程に移ります。漬け込む瓶を用意します。レモンの皮をすべて入れます。スピリタス2本入れます。入れたら蓋を閉めます。
これで5日から7日程度レモンの皮の成分が抜けるまで日の当たらない場所で保管します。入れた直後ですが少し出てきてますね。3日ぐらいしたら一度このように混ぜてください。それでは時間が空きますがしばらくお待ちください。漬け込んでから1週間経ちました。濃いグリーンになってますね。では一旦レモンの皮を取り除きます。はい、こんな感じです。入れる前と比べると色が全然違いますね。皮自体もパリッパリになって完全に成分が抜け出しているのが分かります。次の工程に移ります。鍋を用意します。砂糖 600g 入れます。水を2本1リットル分入れます。火をつけます。完全に溶けるよう混ぜながら沸騰させます。沸騰したら火を止めます。完全に冷めるのを待ちます。瓶に移します。よく混ぜて完成です。冷蔵庫のスペースを取るので1本だけ飲むように最初に開けたスピリタスの瓶に移してキンキンに冷やしてから使ってください。賞味期限は常温でも1年以上大丈夫ですので残りは日の当たらないところで保管してください。長期間保存していると沈殿物や浮遊物が発生します。これは折と呼ばれるもので成分が結晶化して出る現象です。見た目が悪いので腐ったと思うかもしれませんが飲んでも大丈夫です。見た目など悪いので発生した後はフィルターなどでこしてしまいましょう。今回見ていただいた通りリモンチェッロは簡単に作れますのでぜひ作ってみてください。リモンチェッロの飲み方、定番はストレートですが度数が高いため割り物がおすすめです。概要欄にリモンチェッロを使ったレシピを記載しておきますのでそちらも参考にしてください。今日のレシピはいかがでしたでしょうか。参考になった方は高評価、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。